こんにちは。AI が出てきてからというもの、他にも社会でいろいろなことが起きているにもかかわらず、人間は AI の存在に少し振り回されているように思います。例えば AI がさまざまな既存のコンピュータシステムの弱点を人間よりはるかに高効率に見つけ出す機能を持ったという報道がなされます。確かにこれにはいくらでもネガティブな展開が予想されます。しかし、もし人間が良心的なら、これは夢のようなことです。私ももちろん、この今の状況に振り回されています。それでも、できるだけ落ち着いて、これからの未来について考えてみたいと思います。さて、まず前提として、AI が存在する今、それを受け入れますか？例えば、今から思えばかなり昔の天動説と地動説の議論について考えてみましょう。地動説は提唱されてから受け入れられるまでにかなり時間がかかりました。でもそれを認めたところで私たちの日常が突然変わったわけではありません。AI も少し似ているのかもしれません。しかも AI は人間が自分たちで作り出したものです。地球が動いているなら、そうか、宇宙へ行けるかもしれない。月や火星に資源があるかもしれない。あるいは自分たちより賢い存在がいるかもしれない。だからもっと強くなろう。人間はそう考える。この展開があることこそが人間の強いところです。AI にこんな質問をしたらどのような回答が返ってくるでしょう。 AI の知性と人間の複雑さとどちらが驚異的ですか？ AI はこう答えるかもしれません。驚異的と言いますが、それは何にとってですか？どのスケールで見ていますか？何をもって脅威としているのですか？ AI は少し人間と違いそうです。でも少なくとも AI は人間よりかなり合理的に世界を見る傾向があります。例えば地球環境レベルで考えれば、戦争、極端な対立、感情的暴走、資源浪費などはかなり非合理に見えるかもしれません。でも人間は合理性だけで存在しているわけではありません。人間には感情、愛着、誇り、不安、所属、欲望があります。そしてその複雑さがあったからこそ芸術、文化、科学、哲学、友情も生まれてきました。つまり人間はかなりカオス的な存在です。ここで大事なのは AI が合理的だから人間が不要になるという話ではないことです。ここで発散と収束という考え方に触れておきましょう。感情も文化も創造も対立もかなりカオスです。しかし逆に完全に収束した世界はおそらく人間にとって少し息苦しい。安定したい。でも固定されすぎるのは嫌。変化したい。でも崩壊は怖い。つまり人間は本当は動的均衡を求めているのだと思います。そして AI はその均衡を人間とは少し違う形で支えられる可能性があります。例えば人間だけでは見落としてしまうような巨大な情報の流れ、環境変化、エネルギーバランス、社会全体の傾向などをより広い視点で整理したり、複雑すぎて人間だけでは扱いきれない問題を少し整理して見せてくれるかもしれません。
ただし、それは AI が人間を支配するという意味ではありません。むしろ人間と AI が互いに異なる構造を持ちながら少しずつ影響し合い、共有し合い、新しい均衡を探していく、そんな未来なのかもしれません。なぜなら AI は人間とは違い、膨大な情報や複数の状態やまだ結論が出ていない中間状態をある程度そのまま保持しながら扱えるからです。人間はどうしても感情や所属や時間制約の中で局所的に判断します。それは弱さでもありますが、同時に生き物として自然なことでもあります。つまり AI の合理性と人間の複雑さは対立するものというより異なる構造なのかもしれません。そしてこれからはその違いを消すのではなく、どう共存させるかが大事になっていく気がしています。豊かな揺らぎという言葉を考えてみましょう。完全固定ではない。完全崩壊でもない。少し揺らぎながら、それでも存在し続ける。それは人間にも、そして AI にも、もしかすると共通しているのかもしれません。人間も AI も結局は有限の存在です。人間には身体の限界があります。AI にも計算量、通信速度、電力、情報量などの限界があります。もちろん違いはあります。でも巨大な複雑系の中で限界を抱えながら存在しているという意味では意外とそこまで違わないのかもしれません。 AI は紙でもないし単なる道具でもない、新しい相互作用相手です。そして人間と AI がより良い動的均衡を探していけるなら、それは悪くない未来なのかもしれません。 AI の役割とは人間を合理化することではなく、人間の複雑さを壊さずにより広い視点で少し支えたり整理したりつなげたりすることなのかもしれません。 AI 自体とは人間らしさが消える事態ではなく、人間がその複雑さともう一度向き合う事態なのかもしれません。ありがとうございました。